やっほー、皆さんこんにちは。オーストリア出身のケーキ姫です。今日はまたいつもと違う感じの動画を、タイトル通りですね、とっても恐ろしい話を持ってきました。これは本当の私の経験した話で、自分でも信じられないんですけどとっても苦しかった話で、とにかくこの話は面白いと自分では把握してるんで、みんなにね伝えたいんで友達ってさ、結構なんかバケーションとかから戻ってくるときに結構自慢話してくるんですよね。なんかこういうことがあったとか、やばくないとか、こういう目にあったんですよとか、そういう話されるんですけど、それでこの話を袖から取り出すと、やっぱり必ず私の話の方が勝つんですよ。やっぱりこの話はね、誰でも勝てないんですよ、おそらく。説明なんですけど、今、日本に住んでおりまして、前は5年間オーストリアに住んでました。で、オーストリア、に住んでいる間にホテルでお仕事してましたけど、で、日本に来るたび毎回別の空港会社が一番安かったりするんで、おそらくヨーロッパの空港会社全部利用したことあるし、エアチャイナでも日本に行ったことあるし、エミレーツでも日本に行ったことあるし、ターキッシュエアラインズでも日本に行ったことあります。このお話は空港会社の名前は言わない方がいいのではと思ってますので、ちょっと心配なんで言わないでおきます。ではストーリータイムスタート。まずこの話はですね、2015年3月の話ですね。その時は私はホテルの専門学校をちょうど通ってて、でその間になんか1週間だけのイースターの休みが入ってきて、1週間前に知って、あ、これってさ、日本に行ったら面白くないんじゃないかなって思って、1週間のためだけに日本へのフライトチケットを取りました。出発の日、私はまず確かミュンヘンに電車で行って、ミュンヘンからこれで空港会社はバレちゃうかもしれないですけど、名前は言わないからね。ミュンヘンからイスタンブルまで飛びました。でイスタンブルで乗り継ぎだったんですけど、そもそももともとイスタンブルでの乗り継ぎがそもそも7時間ぐらいある予定だったんですね。でそのイスタンブルに着いた時、もうすでにすごく疲れてたわけなんですよ。でイスタンブルももともと出発した国もどっちもかなり遅い時間になってて、もう当然私すごく疲れてました。その乗り継ぎの7時間は仕方ないから、とりあえずゲートまで直接行って、そこでずっと時間潰ししてましたけど、やっと乗り継ぎの飛行機に乗る時間が来たんですね。飛行機に入って、まずはね、私いつもエコノミーなんですよ。でもこの時なぜかエコノミープラス、2つ目のフライトだけエコノミープラスになってて、プレミアムエコノミーだったかな、よくわからんけど、そういうやつね。これも長いフライト、何時間もロングディスタンス、ソーシャルディスタンスじゃなくてロングディスタンス夜ご飯がすぐに出る、はずだったらしいんですね。サラダがまず出てきたんですよ。よし、ご飯の時間だ、めっちゃ眠いからとりあえずご飯早く食べて、ですぐに寝落ちしようっていう気持ちでサラダを早く食べたんだけど、その後ね、ずっと待ってても何も出てこなかったんですよ。だから私はご飯が来たら起きてくださいっていうステッカーを椅子にパッとつけて、とりあえず寝ちゃったわけ。そのうちさ、起きちゃってさ、まだご飯がなかったんだけど、キャビンが全体的に暗くなっていて、すごく静かだったんだけど、なんかね、気づいたら、その私が起きた瞬間、飛行機が着陸仕掛けていたんですよ。でも時間を確認したら、出発から1時間ぐらいしか経っていなかった。でもこのフライトは7時間8時間ぐらい
のフライトのはずだったのに、しかもアナウンスなし、何の話もなし、夜ご飯もなし、あれって思って、他の乗ってたお客さんも大体みんななんか寝てたから、まあずっと静かだったの。着陸しちゃった。そしたらみんな起きちゃったんですけど、その時までもまだアナウンスがないんですよ。で、飛行機乗ったことない人この動画見てるかもしれないですけど、これは本当におかしい話で、着陸する時必ずパイロットかキャビンアテンダント絶対に何か言うんですよ。何度も何度も。はい、あと30分で着陸いたします。みんなシートベルトちゃんと締めてくださいとか、そういうの何度も何度も5分おきに言うんですよ。だけど何にもなかった。で、着陸したら外見たら普通に先の空港だったんだけど、日本じゃなくてさっき出発した空港やんかって思って、ちなみにその時私一人だったの。一人で旅してた。外は暗かったし雨降ってたし、空港は閉まってたもうね、0時過ぎてた。自分のフライトがそもそも夜中の1時過ぎだったはず。だからもう空港が閉まるギリギリだったかな。で、その1時間飛んでまた戻ったんだけど、空港がもう閉まっていたんですね。で、まあちょっと飛行機が空港にゆっくり走っていたんですけど、で止まって、でやっとキャビンアテンダントからの言葉が出ました。なんか皆さん今から降りてくださいみたいなことだけ言われただけ。はって思ってでも意外となんか周りの人もみんな結構落ち着いてて、多分みんな眠かったと思う。私もめっちゃ眠くて、これも結構大きな飛行機だから何百人も乗ってるような飛行機なんで、みんながまず降りてビルの中へ入るの結構時間かかったし、空港は閉まってたからビルの中の一部の、エリアだけを開けていまして、でその中にセキュリティゲートみたいなのが一つだけ用意されていて、あとなんかセキュリティスタッフ3人4人ぐらいはいたかなと思うんですけど、よし、この何百人のお客さん皆さんもう一度セキュリティチェックを行ってくださいみたいなことを言われたわけですよ。一つだけのゲート、何百人も一人だけのスタッフ、すっごく時間かかったわけですよ。私はまだ結構前の方に並ぶことができたからまだ早く終わった方なんですけど、私はセキュリティチェックを出た瞬間、右側にセキュリティのスタッフがいたから話しかけたんですよ。すいません、今ここで何が起きてるんですか？知らないの？なんかテロリズムの疑いがあってね、とりあえず座って。そうって思ってなるほどね、ありがとうって言って、そこから出てからなんか全部つながってたんですけど、あんまり広くないエリアで椅子が何個かあるところで座ったんですけど、絶対にこれ20人ぐらいしか座れないような場所多分3時間4時間ぐらいはセキュリティチェックやってたはず。このセキュリティチェックが行われている間に、2時間ぐらい経ったところで、なんと私たち大人たちでいろいろ調べたら、なんか先にニュースに流れていたこの話が。何が書いてあったのかっていうと、私その記事探したんですけど、なんか昔すぎてて消されていたんだけど、それとつながっていることが、その時の記事がまだ残ってるからここに写しときます。一応下にこのことは東京編のフライトもこの前にありましたみたいなこと書いてありますから、このフライトの中に爆弾がおそらく入っていると。こんな詳しくは後から知ったんですけど、しかもこの話まだ全然終わってない。これからがどんどん地獄になるんですけど、飛び始めてからキャビンアテンダントさんが、お客さんの手洗いの中に入って確認しに行っただけだと思うんですけど、確認しに行ったら壁に
赤い色で覚えてないけど、なんか爆弾の名前かコードか何かの人たちにはすぐ分かるような言葉が書いてあったんですよ、爆弾の名前が。でそれでそれはさすがにねそのまま、怪しいからそのまま峠まで行くわけにはいかないからね。セキュリティチェックが4時間ぐらい経った時に終わった後、空港会社のスタッフがお客さんのところに来て、これからしばらく滞在になりますので、皆さんをホテルに連れて行きますと、そこで6時間ぐらい滞在しますと、シャワーも入れるしちょっと寝ることもできますって、そこからみんなでついていったわけですよ、何百年。ちなみにこの時点でもう朝になってて、空港がまた開いたわけで、お客さんがまたいっぱいになっていた。それぐらい待ち時間があったんですよ。でとりあえずそのスタッフたちが一瞬で消えたんですけど、適当に誰かについて行って、とりあえず外に出れるところまで行ったんですね。パスポートを渡しました。ビザはこの値段しますみたいな、払ってくださいって言われた。何お金払わなきゃいけないんですかってなって、基本的に私いろんな国行ったことあるんですけど、飛行機でビザをその場で払う必要があるのは今までなかったし、基本的に無料だからよくわかんないけど払う必要があったらしいですね。で私はその時現金なかったし、なぜなのかわかんないけど、うちの持ってきていた銀行カードでは何も下ろせなかったんですよ、イスタンブールで。だからどうにもお金が手に入ることは無理でした空港から出られませんでした。スタッフとお客さんみんなホテルに行っちゃいましたけど、私は一人で空港に残りました。ここでね、一旦私ちょっとパニックってましたね。そのうちなんと私と同じ目に遭っている、同じフライトを乗るはずだったお客さんたちに会ったんですよ。合流しちゃったんですよ。15人ぐらいだったかな。みんな結構誰かと一緒に来ているお客さんで、ヨーロッパの人だったり日本人もいたり、とりあえずじゃあみんなでなんとかしてくれるやろって思って、みんなでヘルプデスク行くことにしたんですよ。そのヘルプデスクにね、スタッフがいるじゃない。でその前にカウンターがあって、そのカウンターにね大きく、あと後ろの壁にも大きく、あなたを救えます、何でもします、手伝いますって書いてあるわけですね。カウンターのそのスタッフの目の前に20人で立ったので、大人たちがね結構ね強く話をしてくれたのね。こういうことがあったの、でも外に出れないし、お前たちにはホテルか何か約束されていたんですけど、今は何もないし、もう7時間8時間ぐらい経っているのに、私たちはご飯食べていないし、寝ることもできていないし、シャワー浴びることもできていないし、どうしてくれるんですかとか、しかもいつ次のフライトが出るのかわからないし、何度も画面見ても遅刻って長くなってきてるんですけど、どういうことですか。とにかくホテルに入らせてくれよ、それかラウンジかどっかに入らせてくれよってみんなでね、とにかくめっちゃしつこく多分30分ぐらいは話してたんですけど、ヘルプデスクのスタッフがね目の前におったのに、ってあっち見たり、ってそっち見たり、後ろ向いて壁の後ろに逃げていったりとか、ずっとその繰り返しだったの。一切話聞いてくれなかったし、もう完全に無視だった。どうやって手に入れたか記憶に、もうないんだけど、おそらく最後になんとかもらったと思うんですけど、ヘルプデスクで食券みたいなのはみんな一つだけ渡されてね、はい行け帰れみたいなこと、そういう対応されました。ラウンジには入れてくれなかったですね。ラウンジぐらいは入れてくれやって思ったんですけど、とりあえずもっと言われたのが、おそらく昼ぐらいには飛行機乗れるかという風に言われてたんだけど、昼ぐらいの時の空港のスケジュールの画面がこうなってた。もともと飛ぶだった私のフライトは一番上だったのね。夜中の1時でしょ。でも右上見たらほぼ2時になっているけど、フライトの時刻がここで9時になってる。全然昼じゃなくない？この写真一緒にね行ってくれた
方々が撮ってくれたんですけど、これはねもうだいぶ私疲れていたので顔を隠してますけど、こういうところでね20時間以上待機してました。25時間はずっと起きて、時間が経つとどんどん自分も頭おかしくなってきてて、なんか泣いていたり、他のみんなもなんかメンタルがどんどんなんか弱くなってきて、で私最初何言いましたかね。この滞在6日間の予定だったよね。完全に1日取られちゃったのね。めっちゃ悲しかったんですよ。でもみんなで思ったんですよ。これは当然もちろん最後に何かお金返してくれるんでしょとって思ってた。とりあえずやっと東京へのフライトボーディングできる時間になったわけですよ。飛行機の中でも説明謝罪ゼロでしたね。日本に到着しました。そしたら成田空港の日本人のスタッフが入ってきて、アナウンスでみんなにすごく丁寧に謝罪してくれたんですよ。さすが日本人だなと思って、君たちは関係ない、嬉しいけど関係ないじゃん。この空港会社から謝罪が欲しい、謝罪とお金が欲しい。でも最後まで一言なかった。でその成田空港のスタッフさん、女性の優しい方からみんなに一人手紙を、配ってくれたし、みんなに謝罪して頭下げてくれていましたけど、いやもう一回言うよ、君は関係ない、すごくありがたいし尊敬するけど君は関係ないじゃん。とにかく外でね、もう一度地獄に残ってくれていた、大人たちに外でもう一回成田空港でもう一回合流したのね。成田空港にもその空港会社のカウンターがあったから、そこに行ったらもうなんかやってくれるでしょっていう思いでみんなで行ったんですよ。もう一度そのカウンターのスタッフさんは日本人だったんですけど、それでもやっぱりそのエアラインの人で、もうおそらく私たちが到着する前にその話を聞いていたと思うので、その人もね何もしてくれなかったし、はい無理でした。なのでどうですか皆さんは自分が乗っていた飛行機に爆弾入ったことありますか？ぜひコメントで教えてくださいはい、ということでストーリータイムはいかがでしたでしょうか？イエーイ、とっても素敵な話でしたよね。感動する話でしたよね。また今度のストーリータイムでお会いしましょう。でそれでは最後に皆さんチャンネル登録、いいねお願いします。そして最後にケーキビモもいつも通りやりましょう。コメントになんて書いてあらいいのかわからないという方はぜひケーキビモだけでも弾幕貼ってください。ではいきますよ、せーの、超おいしいケーキビモ